アレさんこんにちは。チャオ、こんにちは。イタリア在住イタリア人アレさん。彼の頭に起きたことは何なのか、当チャンネルのインタビューに答えてくれた。顔出しをしたということで、なんか皆さんからたくさんコメントいただいてたと思うんですが、なんかどんな心境でしょう。まあ消えろと言われなくて嬉しかったね。そんなことね言われることないと思うけど。あるよ。あるの？ないけど、多分アチョがコメント消してると思う。いや消してない消してない。よかった。今日はね皆さんの気持ちを代弁して私がアレにいろいろ質問していくんですが、まずそのちょっと言いにくいんですけども、その髪型っていうのに何かしらこだわりが何かおありなのでしょうか。そもそもこれは髪型と言えるの？まあ言えなくはないね。スキンヘッドとかね、そういうオブラートに包んだ言い方の髪型とかたくさんありますしまあその一部かなとは思いますけれども。じゃあ髪型だとすると、はい、こう綺麗にピカピカするぐらい、はい、剃るこだわりが唯一だね。なるほど。彼の頭はそんなこだわりの末出来上がっているのか。多分私の勝手な想像なんですが、今の髪型にするまでに多分相当なねご苦労、経験、心境の変化があったと思うんですけども、そのあたりについてお聞かせください。まずはいつこの髪型にしようと思ったんですか？ちょうど大学2年生だったね。20歳かな。20歳の時です20歳だね。ったね。はい。ではその20歳の時に転機が訪れたということで正しいでしょうか？はい、正しいです。はい。じゃあその頃の話もじっくりと聞きたいんですが、少し時を遡って幼少期、もちろんね幼少期の頃からこの髪型じゃないと思うんですけどもはい、幸いに、当時はどんな様子だったか教えてください。もうずっとめっちゃ長かったよ。一番長い時期はもう肩までこう届いてたよ。色は何色でした？色はちょっとライトブラウンだったね。なるほどね。はい。でじゃあその時は長くて、じゃあその短くしたりとかそういった経験はなかったんですか？そうね、一回も切ったことなかった。もちろん短くはしてたんだけど、美容室恐怖症みたいな心境だったから、もうずっとお母さん以外にこう髪を切ってもらったりすることは一切なくて、で結局大学まではずっと長かったね。まあ多少切ってもらったりしてたんだけど、母だけだったね。来てもらってたのは。じゃあ20歳まで人と会うのが嫌いだったってことですか？いやそんなことない。ただなんだろう、美容室がいたすら嫌いだったね。この屈託のない笑顔の裏にどんな過去が隠されているのか。美容院恐怖症っておっしゃってましたけど、なんかなぜそうなったのかとか、そういう経緯とかありますか？まあ俺は幼稚園に行った経験がなかったから、とにかくすごいこう人見知りで、あんまり家から出たくなかったね。だからもう家族以外の人とあんまり接したい子じゃなかったから、結局ずっとおかっぱみたいな髪の毛してたね。お母さんはあんまり切るの上手じゃなかったから、ボールをかぶせて切るみたいな。そんな感じ。実際にそうされてたから当時はすごいおかっぱで美しい髪を持つことにある種のなんか美学を感じてたわけですが、なんかそれをこうね丸刈りにしようとしたその決意みたいなのがあったら教えてください。まあやっぱりもう若いのにこう枕の上に髪の毛いっぱい落ちてるのを見た時にすごい恐怖に襲われて、まあ髪の毛がいっぱいあるうちにそれば周りの人からもなんかただこう趣味で切ったと思われて、こう丸刈りにすることにしました。なるほどね。じゃあ丸刈りにした後のさ、周りの反応、家族とか、まあ具体的になんかどういう反応したか？まあみんなすごいびっくりしたね。特にお父さんは爆笑してだから俺もこう大した問題じゃなかったことに気づいたね。もう笑える話だったからこう笑って済んだ。で
友達ももちろんびっくりさせたから逆に楽しかった。じゃあまあこう薄毛でね、薄いまますげえ処理してあるように見せかけるよりかは、もうこう一気に反り上げてしまった方が、まあその見てる方もまあなんだろうな、あの人はもう吹っ切れたんだなっていう感じで見えるし、そうね、まあ自分も心境的にはまあ楽になるっていう感じかな。そうね、確かに。しかももうみんな髪の毛が長いことに慣れてたから、もうハゲるという概念よりただ髪の毛が短くなったというかもうなくなったことにびっくりして、なんだろう、そっちの方がインパクトは、そっちの方がインパクトがあったから、結構面白い出来事だったと思う。今も当時も変わらず延命治療としての、薬、育毛の、薬だったりだとか、移植っていう選択肢があるとは思うんですけれども、当時はそこに至らなかった。そうね、その時は薬とか、あったんだけど副作用が怖くて飲まないことにしたね、あとは移植とかいろいろあったんだけど、やっぱり父もそういう贅沢にお金を出したくなかったから結局何もしなかった。今から考えるとおそらくこう髪の毛のことだけで恥を恥ずかしいと感じることを許さなかったと思うから、そういうねちょっと甘い教育を与えてくれなかったね、きっとだってもう結構悩むじゃん、若いのに髪を失うなんて、自らモチベーションを上げるために、毎朝起きるモチベーションを上げるためにいろいろ考えるじゃん。今はどうでもいいけどね、でも18歳とか20歳の時に結構周りの人にどう思われるかをすごい気にしてたから、とにかく当時のね思いを思い出して今話してるね。なるほどね、深い話ですね。ありがとうございます。いやでも本当に延命したってね、いつかはハゲる身潔く反り上げるっていう選択肢も、あってもよろしいかと思いますよね。もちろんもうあんまり考えないでやった方がいいと。スキンヘッドにするぐらい髪を失うのじゃなくて、しばらく髪の毛から離れることを意識して、やれば悲劇なしで、いい結末になると思います。はい、単純な質問なんですが、スキンハゲにしてから料理みたいから良かったこと何かありますか？朝のお手入れだったりだとか。手入れはもう全くないとは言えないけど、だいぶ楽になるね。あとは意外とモテることに気づいて、本当素材をたまたまかもしれないね。素材がそのまま出てるから、そこで判断されるようになるわけですね。だから素材自体がもう嫌われる場合はもっと嫌われる可能性もある。確かに。でそれも自信につながったし、あとはなんだろう、お金をかけなくて済むとかありますよね。そう、それも整髪料とかあるし、あとは年を取った感覚は全くなくなったことに気づいた。と言いますと、なんだろう、その変化のないマネキンみたいな顔になったから、その頭自体が何にも変化はなくなったから、全然老けてるんだけど老ける感覚は湧かないね。年寄りの先取りみたいな感じですかね。そうはい、じゃあ最後に薄毛に悩む人や、これからスキンヘッドを検討してる人、どうしたらいいんだ、 M 字ハゲで悩む人たちに向けて何かメッセージあれば一言お願いします。もう気にしなくてもいいよ、生きてるだけで丸儲けだから。はい、今日はありがとうございました。いや